金がもらえるようになったら練習しなくていいか。そうあ、一緒にやりたかった。やりましょう。じゃなくて挨拶お願いします。それどこの国の挨拶？ヘイヘイもう一回。トニー日本語ゲーム。マイキーです。あ、こうじゃない。こう。こあ、こういう牛乳じゃない。そうそうあ、正解がそっちなんだ。今日はまたマイキーが来ました。うるせえ。プロ漫画アーティストとして、は実際練習すると何回も同じ絵を描いて上手くなってないな。そうマッスルメモリーとか。練習の仕方がわからないみたいな感じです。なんか朝ご飯食べながらだいぶ心が病んでしまうから死ぬ。うるせえ。練習はしますけど、ただプロの現場に入るとその現場で必要なスキルを練習するのでそれぞれ違うんですよね。ペンを使うのでアナログだと綺麗な線を引けるように練習つって A4 の紙にひたすら直線を引くとかはやります。あ、じゃあ大体円と同じ。まあまあでも直線だけどいやめっちゃうるせえからあ、じゃあそれは鉛筆じゃなくて G ペンをG ペンとか丸ペンとか、じゃあインクつけて、何を意識して練習する？ペン先って押さえると太くなって押さえないと細くなっていくんですけど、それを、例えばずっと同じ幅の線で引くとか、いわゆる集中線って言われる効果線を引くときに根元が太くて先が細く抜けるのをどんだけ綺麗にやれるかっていうのがあるんですよ。でそれの厳しさも職場によって違うのでそれの練習をします。想像から書くんだったら特になんかいい練習ありますか？でも誰でも初めから何でも書けないんで、例えばキメラ生物を書こうと思っても初めからキメラ生物は書けないんですよね。例えば牛が書けて蛇が書けてとかで合わせていくので、あとそういうのを経験で何回も蓄積していくと別に資料見なくてもパーって書けるようになるんで。すごい有名な絵描くの人なんだっけ？純義健。そう純義。最近ツイッターで流行ってる。そうこの感じなんかになりたい。何でもポジションとか角度変えてちゃんと把握できて頭の中に作ったのを手に落とし込んで書くようになるのもちょっと時間かかるとは思いますけど、やってればできるようになります。日本でマネキンとかそんなに描いてないんですか？マネキンというか人物のスケッチとかはしますよ。例えば時間区切って2分で人を大体バッと当たりを取るみたいな。ジェスチャードローリングみたいな。例えば人を描くときに顔からゆっくり順繰り描くと結局足の方がえらい長くなったりとか短くなったりとかするじゃないですか。まず全体を大体取ってから徐々にパーツを細かく描いていくっていうのが普通なので、それの練習をしたりとかしますね。実際に描く前に何分くらい練習しますか？本番を描く前にですか？でも僕らは練習はもうそのまませずに下書きはしますけど。じゃあ学校にいた時にどれくらい？上手くなりたい時に何が上手くなりたいかによるかな。例えばキャラクター上手くなりたいと思ったら、例えば好きな作家さんとかイラストレーターの絵を見て真似してみたりとかひたすら。意外になんか海外と逆ですね。ちょっと逆ですね。なんか海外で多分練習する時になんか真似しちゃダメって言われそうですね。そうやっぱりみんな自分のスタイルとかなんか作りたい。日本と海外の練習仕方の違うところがやっぱり日本人が真似しても練習になるよく思ってる気がする。海外でなんか真似すると練習にならないって言われている。基本的に日本の人たちだと好きな作家がいてそうなりたいと思ってから始まることが多いんで、真似から入ることが多いとは思います。初めからオリジナルで絵を描いてますっていう人もいなくはないだろうけどあんまり多く感じないですね。車とかお家とかそういうのがなんか描けないでリファレンスあってもなんとなく違う感じになっちゃって、どんな練習をしたら上手くなれるんですか？いやもうほんとちゃんと見て描けって話なんで部分的に描き始めると玄関からとかじゃなくてやっぱ全体をまずバランス取ってから描き始めるのと、パースもそうだけど、家を描くわけだから家って人が住むじゃないですか。だからそれをちゃんとイメージしながら描かないと、例えば
玄関が異常にでかいのに2階がめちゃくちゃ狭いとか、そういう形になったりしてバランスが崩れたりもするので、そういうのも気をつけて書かないといけないんですけど、ただでも初めて書く人とか初心者だとそこまで気が回らない可能性もあるので、トレースしてもいいんじゃないかなと思いますけど。トレースでも OK。 トレースしてそのバランスを書くのに慣れてちゃんと自分で書くっていうのもかなって気がします。最初の頃はどういうような練習、トレースとか？書ける書けないは置いといて、もう現場に入るとやんないといけないんで、書けないとは言えないんで、仕事で言ってるから、だから書いて先生からダメって言われたら書き直してっていうのを繰り返して上手くなっていくので、なんか初めからどうするんだっていう書けないかもとかそういうのはないんですね。やらないといけないみたいな。植物あんまり描いてない、じゃあ今日はテレビ見ながら植木とか描いてみようかなとか、そういうならないんですか？前提として漫画家になりたいとかがあるんだったら、それに向けてまあいろいろ練習してもいいと思うんですけど、例えばそのアシスタントに入りたいとかだったら、それは建物も植物も練習しないといけないけど、漫画家になりたいだったらまあ下手じゃないぐらいまで描けていけば別にいいかなって僕は思いますね。そんなに背景にめちゃくちゃクオリティ高くなくても、漫画が面白いこととキャラクターがでいい絵が描けてればいいかなと思います。絶対描ける方がいいリストを作るんだったら何がいいですか？トップ5みたいな。トップ5。植物はまあ一応木とか、あと岩とか、あと海空あたりはまあ出る可能性がまあまあどのジャンルでもあると思うので、ですよね。かけた方がいい。例えば別に都会の話でも都会の中に木はありますし、でまあ自然の話になればもちろん自然あるし、建物自体も国によって文化が違うから建物に特徴があるじゃないですか。ですよね。日本だと瓦の屋根とかそういうのをちゃんと理解して描ける方がまあ説得力があるかな。あとやっぱりキャラクターも描けないってことですね。そうですね。一番じゃあメインはキャラクター、漫画家になりたければ、これ間違いない。読んでる人がどれだけ漫画に夢中になってくれるかっていうところが大事だと思うんで、例えば背景にしてもキャラクターにしてもだけど、途中でって違和感を持ったらその瞬間に漫画の中から出てきちゃうわけですよ、意識が。だからそれだと意味がないので、じゃあそこは一番大事だよね。はい、その辺を意識しないといけないんで、バランスはちゃんと考えてやらないといけないですね。あとは構図とか効果って言われる集中線とかもまあ大事かな。トーンワークとかもあればいいなって最近ソフトで 3D データ、なんか読み込みすることができるようになっているので、なんかどう思ってますか？いいんじゃないですか。 3D データをトレースしてこれ僕個人が思ってることなんですけど、その漫画を作るので大事なのって漫画が面白いことで、読まれることが大事なんで、が前提なので、その背景のレベルが高い動向っていうのは、付加価値というか嗜好品というかプラスアルファの部分だと思うんです。最低限別におかしくない背景だったらいいと思うんで、めちゃくちゃクオリティ高い背景でやりたいっていうのは作家さんとかそっち側のなんというかエゴじゃないけどの部分もあると思うんで、別に 3D で取り込んでそれでやってもらっても全然いいし、ぐるぐる回るんでアングルが変わっても描けるじゃないですか。で仕事の時間も短縮できるんで、作家さんに少し余裕ができたりしていいんじゃないかなって思いますよ、僕は。僕が専門学校に行ってる時に先生に言われたのは、コピー用紙ってあるじゃないですか、あれの A4 サイズなんですけど、買いに行けば束で500枚なんですよね、1セット。それを1年間で2つ、絵を描いて潰せれば上手くなるよって。まあもちろんそれは全部描いたやつ本番とかじゃなくていいんですよ。ラフで描いたやつでもいいし、練習で描いたやつでもいいし、ペンも入れても好きにしていいんだけど、とにかくその500枚2個、要は1000枚ですね、で描き潰せば1年後はその1年前の自分より全然上手くなってるよって言われて、僕はそれを実践して、実際確かにそうだって。じゃあやろう紙を買いに行きます。一人になるからまあ今日は4枚くらい練習しなきゃいけないんじゃないですか。いや今も綺麗な数字になっててすごいいいです。モチベーションになるし、分かりやすいっては分かりやすい。上手くなる順番があるっていう話があって、初めに目が一番いいものを見れるようになる。やっぱりテイストがないと。目がレベル10になった時に手がレベル5だと下手だな自分はって思うんですよね。で練習するじゃないですか、そしたら手がレベル10になるんですよ。でも手がレベル10になった頃には目と同じレベルになったから、今度は目がレベル上がるんですよ。で今度は目がレベル15になったら手が
下になるんで、また自分が下手だなと思えてさらに練習して上手くなっていくっていうあ段階なので、一番危ないのは自分が上手いなと思ってる段階だともう成長してないっていうことになるんで、ーあ危険っていう話ですね。ー、自分がうまいと思っちゃってうまいぜ。っていう感じで練習してれば、まあ自然的に上手くはなりますよ。そういう状態にならないように。まあでもやっぱ自分より上手い人のやつを常に見とけばいいかなって思います。あ自分のレベルが10の時とレベルが20になった時に同じイラストを見ても受ける印象が違うんですよ、うん自分ができるようになってる分分かることがあるから。だから例えば前見たイラストとか、例えば自分の好きな先生の漫画とかでもいいんですけど、さっき言ったその1000枚描く前と1000枚描いた後に見たら多分違う情報が入ってくるんですよ、自分の中に。うんこれがこう書かれてるとかが理解できたりとかするんで、そういうのにちゃんと気をつけてればいいかなと思います。自分が上手くなったなって思うので満足してたらまあ、終わりですね、終了。終わりないです終わり怖っ real talk。好きな漫画とか尊敬している人をたまになんか見て、まあなんかその停滞している自分が許せるかどうかじゃないですか。あ、なるほど、十分お金もらってるからいいんじゃないかっていう金まで言うとあれだけどまあまあちょっとだから大事ですよね。いや大事だけどまたやってる前回やったやつ。あ、一緒にやりたかった。ちょっとやりましょう。じゃなくてお金がもらえるようになったら練習しなくていいか。そう、多分ね。すごい勉強になりました。いやいやいやだいぶ結末が変わってるから、まあでもそれでお金をたくさんもらってるってことはそれは成功してるから、別にそれはもうそこでいいと思ったならいいと思いますけど、よし、まずはお金。いや紙、紙。白紙1000枚1000枚買いに行きましょう。よし。一人になるからコピー用紙、いいアドバイスもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。マイキーでした。マキでした。最高。すげえ疲れた。書きましょう。